カウンターの寿司屋さんじゃないけども、今あなたのやつを今ここから粉から作り上げますよいう。もともと冷麺いうのは焼肉屋の締めの一杯、冷麺一杯だけでも売るみたいな形態が元の母体の冷麺館という店の最初のスタートやったんですよ。焼肉屋で冷麺一杯だけで入るいうのはすごく入りにくい時代やったんですね。1980年当時は生野区には風呂屋さんがまあオーバーじゃないですけど200メーター歩いたら風呂屋さんが必ず出てきとったんでね。ただうちの発祥の地は50メーターに、西と東に1軒ずつ風呂屋さん、朝風呂屋があってね、あった風呂上がった後の冷麺またうまいですわ。その代わり焼肉屋の締めの一杯で別腹や言うて食べれて出す冷麺とサウナギンギン入って風呂上がりで一杯目食べる冷麺のそのごまかし期間というか、もうそこから鍛えられたいうのが一番強みですね。冷麺が美味しい。結構麺コシがあって、そば粉も入ってないみたいなんで、ね、そばアレルギーの方でも食べれるような冷麺ではあると思います。一緒にこれ飲むのが僕の今の一番の幸せや言ってますから。1988年ですね、ソウルオリンピックがあった時に私が26で22ですね、26で10年間やりましてね、で裏通りやったんですけど、ぜひ表通り、幹線道路で小さい店ですから6人さんなんか基本入れないんですね。いつか駐車場があってで6人さん8人さんが入れるような席があっていうのを夢でやってきたんです。3時の時に今里筋に、今の生野コリアタウンのメインストリートの今里筋につながる角地、当初はずっと深夜12時ラストオーダーぐらいまでやってましたかね。それが今もある冷麺館です。はい、そうです。じゃあ、オーナーは実質創業者になるんですか、冷麺館。そう言っていただいたらありがたい話なんですけど、実はフランチャイズ1号店冷麺館の先代の社長に冷麺館ここで出したらどうですかと、南でもその生野の在日のバリバリの韓国料理の味分かってる人らがお客さんついてましたからね、君せえやいうことで、僕がフランチャイズ1号店やったわけですね。今作ってるのはユクス言いましてね、冷麺のスープを牛の骨で一回作りましてね、でその骨を掘らずにもう一回炊き込むスープね、お客さんはウェルカムスープとも言うたりするんですけど、お水と一緒にね牛骨スープを出してるんですよね。これおかわり自由なんですよ。はい。でこれがクッパにもなるし、ユッケジャンスンドゥブの下地のスープにもなりますね。
お昼冷麺に50円アップで名物のビビンバおにぎりで、冷麺ってねどう考えてもご飯と一緒に合わないんですね。お昼もう12時に冷麺食べたらもう男の僕誰でも3時ぐらいだったら腹減ってしゃあないわけですよ。ビビンバのセットもありますけど、やっぱりどうしても値段的に当時昼飯1000円で抑えたいよないう人になかなかセットものアイデアがなく、ほんである時にビビンバおにぎりいうのがそういうようないきさつがあります。これは冷麺の圧縮機、粉から手打ちで固形にして筒の中に入れてね、ところてんみたいな状態、機械で圧縮して、その固体を麺状にするという。で下に釜があって湯通しで、ここで氷水で締めて中に。いらっしゃい。あ、いらっしゃい。どうぞ。はいよ。いらっしゃい。あ、空いてますよ。どうぞ。この出す人食べんの早いですよ。冷麺は飲み物や言うてるから。
あ、いらっしゃい。どうぞ出ます。いらっしゃい。A セット食べたんですけど、非常に美味しかった。石焼きビビンバと冷麺と。まあ、冷麺が美味しい。結構麺コシがあって、まあ、そば粉も入ってないみたいなんで、まあ、ね、そばアレルギーの方でも食べれるような冷麺ではあると思います。3番先発やね。いらっしゃい。1番さん、ショートノーマル。はい、すみません、お待たせです。酢たっぷり使ってくださいね。はい、どうぞ。お疲れ様でした。おきに。ビーセット。
順番若い時ね焼肉屋でね順番あるんですかって聞いたら白いやつと色もんと白いもんと色もんという順番今何守ってますね。ありがとうございました。おきに。ありがとうございました。はいよ。はい、すみません、冷麺ですね。はい。ありがとうございました。おきに。はい、すみません、お待たせです。はい、酢たっぷり使ってくださいね。が入る分で、下山ラーメンです。
かけるためね。一応ここコリアタウンの観光客がすごくモンスター化してるというか、もう5年前にしても想像つかなかったんですよね。でやっぱりね、観光客用の店用が増えてきたんですね。その中でね、コリアタウンでこんな店見つけたみたいなのが、それが嬉しいというかね。で、意外とやっぱ韓国冷麺って子供たち来たらなんか初めて食べるやつで変な当たったらもう食べづらいというか、全然あかんっていう話聞いたらね、そういう子供たち来るようなやつなんかね、すごくこう気に入ってもらえるようにして作ってますわね。そんなもんですよ。はい。売り上げがちょっとあった日にね、何やかんやで早われたら4時ぐらいにね、一緒にこれ飲むのが僕の今の一番の幸せや言ってますけど、嘘偽りなくね。
よし。あ、ちょっとだけ待ってください。もう飲みます。